皆さんこんにちは、りんです。はい、さていよいよ最後のパートになります。考察すべてつながる物語パート3でございます。パート3では1、2を踏まえてプラスアルファってことになってるんですけど、多分プラスアルファの方が多いかもしれないです。はい。では早速参ります。でちょっとだけさっとおさらいなんですけども、はい。まずパート1ではグリムは美女と野獣のビーストではないか、そして4年生は物に変えられてしまって呪いがかかっているのではないかというような考察をしてまいりました。そしてパート2の方で今私たちは間の場所にいるのではないかってなっていて、でパート2では言わなかった結末にもう一つの主要ストーリーが加わるっていう風になってます。はい。でこれはね今言っちゃうんですけど、塔の上のラプンツェルねになると思います。いろいろと謎をこの先で読み解いていければと思います。オープニングで気になるシーンがあるとのことでねお話をしておりました。で今回はですね項目はちょっと多めです。はい。まず一つ目でゴーストカメラと棺について、二つ目が監督性のモチーフについて、三つ目が逆転勝利、で四つ目が落ちた理由、で最後ねトリガーリサーチすごい深すぎてねちょっとまだ深掘りがねしきれてないんですけど、トリガーリサーチを挟みます。でボードゲームの秘密を話していきます。よろしくお願いします。さてまずゴーストカメラと棺についてですね。まずゴーストカメラなんですけども、ゴーストカメラとは記憶の断片メモリーを映すカメラで、被写体の姿だけでなく魂の一部をも映し取ることができるカメラです。撮影者が被写体と親しくなると実体を持って抜け出したりするようになるそうで、あたかもそこから飛び出してきてるような感じになったりとか、カメラの中で動画となって動いたりっていうするような不思議なカメラでございます。そして監督生は生徒たちの観察と記録をし、上ですね、学園長に報告をするように任されています。そして棺ですね、棺に込めた思いなんですけども、本当に最初の方で学園長が説明してくれてるんですが、それまでの世界に別れを告げ、新しく生まれ変わるようにというような願いを込められてデザインされているそうです。パート2でも少し言いましたけど、蘇りをね示唆しているような感じで、とっても興味深いものであります。では続いて監督生のモチーフについてお話をします。まずですね、オープニングで気になるシーンで、この2つ、図書室と白雪姫の存在についてもね、一緒に絡めて説明をしたいと思います。ここからお話しするモチーフなんですけども、みんなの知らないシリーズの塔の上のラプンツェル。ちょっとこれ参考にしてるか微妙なんですけど、奇妙な三姉妹の話も一応ね、リリース前の出版ではあるので、お話をしますが、多くの要素はラプンツェルの方から取ってるとは思います。さて、図書室なんですけども、キルケと白雪姫が一緒に失われている物語のページを探すシーンがありまして、はい。で、ここで白雪姫なんですけども、今私が考えている展開が、まず一つ、監督生自身がキルケと白雪姫のモチーフ。二つ目はエペルやポムフィオーレ勢が白雪姫の役割を担ってくれる。で、三つ目は新キャラクターとして登場すると、ちょっと考えてはいるんですけども、個人的には2番ですね。エペルとポムフィオーレ勢が白雪姫の役割を担うっていうふうに予想はしてます。なぜかというとですね、いろいろとやっぱり図書室を探したりするのに、いろんな知識が必要になるんですよ。歴史だったりとか、あと各々のキャラクターの事柄だったりとか、で途中ね、危うい時とか救済もしてもらいたいので、やっぱこのお三方がいると私は嬉しいなっていうのもありますし、やっぱりいろんな知識も必要になってくるので、エペル君だけとは言わず、ポムフィオーレ勢が白雪姫の役割を担ってくれるんじゃないかなっていうふうに期待はしてます。で、それに加えてエージュースだったら完璧ですね。監督生と同学年の1年生組がね、メインにはなるんじゃないかなとは思うんですけども、で、図書室で失われている物語のページなんですけども、この物語というのが、ゴーテルの真実の物語と呪文ですね、を探すことになります。そして、魔法の花にたどり着くことができるんですね。はい、エペル君ね、勉強は苦手と言ってますけど、植物はね、詳しそうなので、頼りになりそうですよね。さて、ここでね、お話ししたいなと思うのが、魔法の花とレオナさんについてなんですけども、ちょっとね、前回のパート2のエンディングで匂わせをしましたが、で、私、植物園の管理人がゴーテルモチーフなんじゃないかというふうに考えてまして、で、レオナさん、管理人のそのゴーテルモチーフのキャラと連絡が取れるんじゃないかと思っております。理由なんですけども、誰も知るはずのない管理人さん、誰もまだ明かされてないですよね。誰かもわかんない状態なのに、代理人を任されてるんですね。デュースのストーリーなんですけども、
レオナさんが管理人が留守にするからといって、授業をサボった罰としてっては言われてるんですが、植物園の代理人を任されてます。なんでゴーテルかなってちょっと思うっていうのが、その魔法の花っていうモチーフの一つと、あとですね、このラギーの発言で、ここの管理人さんが3日前から休んでるのは実は当たってるんすよって言ってるんですけど、ゴーテル、ラプンツェル劇中の中で、白い貝殻の絵の具を頼まれて3日間留守にするっていう物語もあるんですね。だから絵の具頼まれてる時かなとか思ったりとか。で、ゴーテルの役目っていうのが本の中で明かされるんですけども、ゴーテルの使命は魔法の花を守り育てることと言われてます。なので、植物園の管理人っていう風なモチーフを持ってても、すごくしっくりくるなと私は個人的に思ってます。ジャック君のホーム画面のね、セリフなんですけども、レオナ先輩に昼寝の邪魔すんなって植物園を追い出された。すっかり縄張りにしてやがるってことで、レオナさんめちゃくちゃ植物園にいますよね。なので、管理人のゴーテルと一緒に魔法の花を守り育ててるんじゃないかなっていう風にちょっと読んでます。ちょっとここでね、すいません。私ラプンツェル大好きなんですよ。それだけはちょっと、覚えといてください。なんですけど、ちょっと心をヴィランにして、これはちょっとはっきりとさせておきたいので言うんですけど、ここで必要なのはゴーテルの要素で、ラプンツェルではないっていうのが私の考えで、本でも映画でもラプンツェル自身はただの女の子で何の力もないんですね。で、癒しの力っていうのは魔法の花をそのお母さん、お妃さんが食べて、そこから生まれてるから魔法の力を髪の毛に持っちゃったんですね。だけど髪の毛を切ったらその力はなくなってしまう。ただの女の子になってしまう。だから重要なのは人物ではなくて、あくまで花そのものなんですね。花そのものに力があって、花を育てて守ることが大事。で、その花の管理と育て方を知ってるのがゴーテルになるので、私がここで欲しい要素っていうのはゴーテルです。はい。ちょっと心をヴィランにして言いましたけど、はい、そういうことです。っていうのが伝わればと思います。はい。ラプンツェルさん私大好きですよ。はい。なのでゴーテルの方が、私は重要視をここではしています。そしてですね、ゴーテルの真実の物語なんですけども、ゴーテルは実はね、パート2でもちょっと話しましたけど、最悪にあたる三姉妹、奇妙な三姉妹の実の妹で、そして別に2人の姉がいるっていう風な設定になっていて、そのお姉さんたちが実の母親に葬られてしまうんですね。で、その姉を救うために、木製の棺に魔法の花を敷き詰めて保管し、蘇りを待っているっていうのがストーリーで記されていて、ゴーテル自身が破って持っていった物語っていう風に本ではなっていました。もしかしたら棺の中にはたくさんの魔法の花が入っていたりして、それをゴーテルが一生懸命祈っていてくれたりして、なんて思ったりはしています。すでに何人かは起きてたりするんじゃないかなと思っていて、レオナさんってそうなのかなって、監督生からの目線では次元がおかしくなってんのかなとかね、まだ眠ってる人との次元がおかしいのかなっていう目線で見たりもしています。はい。そしてお待たせしました。監督生なんですけども、まずキルケがモチーフかなというふうには見ています。はい。で、キルケなんですけども、奇妙な三姉妹と呼ばれる魔女から魔法によって生まれた存在、妹と呼ばれます。そしてビースト、美女と野獣の王子の最初の婚約者であり、呪いをかける原因となった人物です。その原因は、婚約してたんですけども、身分が違うから嫌だって王子様に言われてしまって、で、それに怒った三姉妹が、私の妹になんてことをってことで呪いをかける。なので、元凶って言ってもいいのかもしれないですけど、一応原因になってしまった人です。で、本に魔法から生命体を作る条件が書かれているんですけども、その条件が良いところを与えること。で、良いところを与えてしまったから、奇妙な三姉妹は最悪になってしまった。で、悪いことばかり繰り返すような存在になってしまったというふうに言われています。で、その良いところを返す方法はあるようです。はい。でね、じゃあ奇妙な三姉妹って誰って話なんですけども、今の情報で考えられるのって、ヘラクレスの3人組の運命の女神モイライ、あれですよ。崖もです。いや違うな、あれ。まさかああいう風に出ると思わなかったんだよ。もうちょっと神々しい感じで出ると思ってた。別に全然いいんだけどね。全然楽しいんだけど、マジでって思ったもんね。マジかって思ったもん。はい。
なんですけど、でもね、可能性はなきにしもあらずで、モイラのね、三姉妹、運命の女神の彼女たちの仕事は人の寿命を糸で、紡いで定めて切ることなんですね。人の寿命を決めるっていう役割があって、で、予言の力も持っています。ハデスね、ヘラクレスでもう過去、現在、未来がわかるって言ってね、ハデスは彼女たちのね、出した予言に振り回されることになるんですけど、本でも、パート1で紹介したマレフィセントの世界でも、ヘラクレスの世界でも一貫して、三姉妹がね、言うんですよ。ヘラクレスでは、星々が一直線に並ぶとき、魔獣を解放しゼウスを打ち倒すことができるだろう。だが、ヘラクレスと戦えば負けるだろう。っていうふうに言われます。で、本では、星が一直線に並んだとき、災いが起きるとか、あと一直線に星が並ばなきゃね、いいんだけどね、みたいな発言をすごくするんですね。ね、星が一直線に並ばなければね、マルフィセントとキルケは友達になれたんだけどね、って三姉妹からも言われてたりしていて、なんかすごいやたら星が一直線に並んでほしくないんだなみたいな感じがあります。で、だからそういった点でもすごく被る点があって、もしかしたらちょっと壮大な感じじゃなくても何かしらの形で利用されてしまうのかなって思ったりはちょっとしてます。ヘラクレスでもすごく大事な部分になるので、イグニハイドのストーリーで出ないっていうことはないと思うんですよね。彼女たちがいないと始まらないってところも私はあると思うので、何かしらの形で出ると思うんですよ。だからすごいどんな風になるのかめちゃくちゃ楽しみです。本当に楽しみです。はい、面白い。で、もしかしたらなんですけど、私あんまりこれ言いたくないんですけど、もしかしたらイグニハイドのストーリーでビーストが暴れるかもしれない。うん、星が一直線に並んじゃったらなんか知んないけどみんな暴れちゃうんだよね。うん、暴れるかもしれん。うん。ハデスね、くじ運悪いんで当たっちゃうかもしれない。ただ、一つだけこれだけ言わせてほしいんですけど、これ推しだからとかじゃなくて、みんなにね、言いたいんですけど、誰かの回でね、イデア以外でも誰かの回で、グリムがね、暴れちゃったとしても、誰も悪くない。みんなの蓄積のせいじゃん。みんなの悪いことの蓄積じゃない。黒い石を食べて蓄積されちゃってるから、みんなが悪いの。みんなが悪い。誰も悪くないし、みんなが悪い。から、たまたまね、悪く、その回で、誰かの回で、バーンってビーストが暴れちゃっても、その人のせいじゃないし、私はその人が悪いとは思いたくないっていうお話でした。はい。で、パート2でもちらっと話したんですけども、シルバーくんと監督生ね、三姉妹はね、オーロラの存在をキルケにすごい隠そうとするんですよ。で、シルバーが突然眠たくなるのは、監督生とあまり接点を持ってほしくないとか、あと自分たち、三姉妹にたどり着いてほしくない。多分都合の悪い時は眠りの魔法とかで眠らされてるのかなって思ったりするんですよね。鏡から世界を見て、なんか魔法かけたりとかしてたので。どこかであった気がするなんですけども、おそらく、オーロラはフィリップ王子を夢で見てるんですね。フィリップ王子はマレフィセントをね、撃つ騎士にもなるんですけども、救世主の姿を夢で見たんじゃないかなって私は思います。はい。では、いよいよビーストを打ち倒しましょう。逆転勝利。最悪と監督生ですね。パート1で流した時のこれです。文言はこれです。これ三姉妹の言葉ですね。この動画ね、トリガーリサーチからすごく広げていったものになります。で、トリガーリサーチでもデュースが切り札になってくれるんじゃないかというふうに考えてました。最初ね、ビーストなんですけども、グリムがビースト化してしまって、で、この戦いはアリス・イン・ワンダーランドの世界のジャバウォッキーとの決戦に重ねられるかなというふうにも考えております。できればトリガーリサーチをね、見てくださると嬉しいんですけど、でトリガーリサーチでね、なんで切り札になるって考えたかっていうね、トランプゲームがありまして、すごく面白いルールがあります。ハーツっていうトランプゲームがあるんですけども、簡単に説明すると、最終的な持ち点を競うゲームでして、定められたプレイヤーがね、任意の1枚をね、場に表に出していくんですね。で、時計回りに回していくんですけども、で、全員が1枚ずつカードを出したら終わり。で、その持ってる手札の中の持ち点を競うゲームになってて、で、その中にバッテンカードがあるんですね。集めちゃいけないやつ。っていうのが、ハートのカードがマイナス1点。ハートのカードごとにマイナス1点で、あと、クイーンのスペードがマイナス13点になってしまうので、あんまり集めたくないカードになります。ただ、すごく逆転勝利法がありまして、はい。で、
逆転勝利法で名前がね、シュートザムーンっていうかっこいいやつがあって、でそれがね、バッテンカードをすべて集めるってことなんですよ。だから、要はハートのカード全部と、あとクイーンのスペードのカードを集めれば、他の自分以外のプレイヤーにマイナス26点のバッテンを与えることができるっていう。で、自分のバッテンは0っていうね、すごい、逆転勝利法があって。で、それが、ハートとスペードが切り札になるので、何か糸口にはならないかと思って、そういうの私が好きなので、ぜひね、このシュートザムーンってね、二人に叫んでほしいっていうね、願望であります。はい。で、そのことからやっぱりハートとスペードが切り札になり得るんじゃないかっていうのも考えておりました。アリス・イン・ワンダーランドの実写版の方ですね。で、インスパイアもらったんですけども、まずスペードのスートっていうのは剣も表したりして騎士を表すスートでもあります。で、もしかしたらジュースくんがボーバルの剣なんじゃないかと思って、騎士としてジャバオッキー、怪物をね、一緒に倒してくれるんじゃないかなと思っております。で、エースなんですけども、ハートね、愛を表すスートで、逆転勝利法から全てのハートのカードを集めるってことで、ゴーストカメラってメモリを集めるっていうことと交わらないかなって思いました。もう一つ、アリスのね、実写版の映画で、アリスがすごく思い出に支えられながらジャバオッキーに挑むんですね。お父さんとの思い出。そのお父さんとの思い出を心の支えにして戦うんですよ。奇想天外だけど、あり得ることを6つ考えることは朝飯前だって言って、1つ体を小さくする薬、2つ体を大きくするケーキって唱えながら戦いに挑んでいきます。で、劇中では盾も持ってるので、あと全てのバッテンっていう条件なんですけど、私はね、こう思うんですよ。時に騙され、罵られ、喧嘩をして、ヴィランとのメモリーは全てが綺麗ではないかもしれない。だけど、全て集まれば、それは最高に綺麗で最強の切り札になる。で、そのメモリーがね、実体化するっていう風には説明で言われてるので、アリスの盾として、監督生の盾として、思い出たちが守ってくれるんじゃないかっていう風に私は考えました。それをうまく起動してくれるのが、エースくんなんじゃないかなっていう風に思います。そしていよいよ逆転勝利。チュートリアルで負けた怪物に打ち勝つ。勝てました。グリムやっつけました。ちょっと待って。それで終わり？グリムは？みんなの魂をどうするの？そのまま放って、あるかもしれない元の世界に戻る？いや、グリムもみんなも救ってみせる。さて、続いて監督生が落ちた理由です。まず、先ほど説明しました。魔法から生まれた存在の監督生。三姉妹のいいところを元に生命体として生まれてきました。いいところを与えてしまった三姉妹は最悪となってしまいました。ビーストの呪いを解けたら、きっと平和が戻ります。そう、彼女たちにいいところを返せばいいんです。でね、これ、ベルちゃんだったら、ハッピーエンドじゃんって思うかもしれないけど、映画よく見てほしいんだけど、本でもね、アニメ版でも映画でも実写でも全部そうなんですけど、呪いの期限間に合ってないんです。で、どっちも間に合ってなくて、しかも、どのお話でもガストンに致命傷を最後負わされて命を落とすんですね、ビーストって。王子様は。で、バラの花びらはすべて落ちます。間に合ってないんです、ベルは。なんで呪いが解けたのか。それは、そのベルの愛を真実の愛と認めた呪いをかけた魔女が認めたから呪いを解いてあげたんです。だからベルが呪いを解いたんじゃない。魔女たちが解いた。はい、では、いいところを返すしかありません。いいところを返す方法あります。それは、いいところを受け継いだ人が命を捨てること。あなたはどうしますか？命をかけて彼らを救います？それとも、怖くなって彼らを放って帰ります？キルケは決意し、ひび割れた鏡から破片を取り、自分の心臓をめがけて突き刺します。自分の命を絶って、間の場所に落ちます。現世で大事件が起き、誘われたが失敗し、間の場所に落ち、自分の夢、そしてみんなの夢をたどり、再び一巡してきました。やはり、過去は変えられません。さあ、これからどうしましょうか。呪いの解ける良いところが戻った魔女たち。魔法の花。
救いたい仲間がいます。ここから先は、どの本にも、どの映画にも描かれていない物語。あなたは愛を持って自分の罪と彼らの罪を許しますか？あなたの選択次第では、彼らの世界は大きく生まれ変われることでしょう。あなたの選択を待っています。ちょっと待って。重要なお話忘れてない？チェスの話は一体誰が過去をどうやって戻してるの？もちろんしますとも。不思議な国のアリスには続編があります。映画の実写版も出てますし、本にもあります。鏡の国のアリスですね。鏡をくぐって異世界へ行き、チェスで進路を決めて時間を旅するっていう物語です。そして来ました。トリガーリサーチ。ボドゲ部の秘密です。3つのことですね。チェスは大事な計画版。過去は変えられないけど、そして瞳の色になります。なんでトリガーなのかというと、深すぎて深掘りしきれてない。すいません。はい。でも、言いたい。お付き合い願います。でですね、ちょっとここで言わせてほしいんですけど、タイミングがないので、なんで私が監督生がキルケだと考えるのか、理由は5つあります。1つ目は多くのディズニー作品に関わりがある。そして、2つ目、美女と野獣、白雪姫、眠れる森の美女と、メインと考えられるタイトルと深く関わりを持ち、鏡が鍵となる世界のキャラクターであるから。3つ目は、魔法の花を探し、扱える人物でもある。ということですね。蘇りにつながる。そして4番目、救世主になり得る。そして最後5番目なんですけども、ゴーストカメラの時にあえて言い方したんですが、すみません。私のね、簡単な言葉でね、説明してしまって本当に申し訳ないと思ってます。本当にすごい作品なんで、こんな言葉で片付けるの申し訳ないんですけど、ちょっとトボソヤナ先生の作品、黒羊のネタバレがありますが、よろしいでしょうか？いいですかね？ゴーストカメラ、ね、監督生は生徒たちの観察と記録をし、学園長に報告をするように任されてるんですよね。トボソヤナ先生の黒羊、本当面白いんで、私も今読んでる最中なんですけど、死神たちが登場するんですが、死神というのは自殺した人間が罰としてなるもの。いつか許される日まで人の死を観察、記録し、上に報告しなければならない。人間だった頃の記憶があるのかは不明だが、生前の記憶はない可能性が高いのではないかと言われている。ゴーストカメラやんこれゴーストカメラじゃないですかって私思いまして。ね。だってクローリーさんバッチリ言ってますよね。生徒たちの撮影して学園生活の記録を残してください。私への報告書代わりへうってつけでしょって。だから私関係あるかもしれないと思って自害の経験のあるディズニーの中のキャラクターで、かつ主人公になり得そうな方を探したのよ。それでキルケに行き着いてるっていうのがあります。どうしてもどっかで説明したかったんです。はい。ありがとうございます。すいません。私の本当簡単な口調で申し上げてしまって、本当に奥深い作品なので、もう私も含め絶対に読んだ方がいいです。はい。ねえ、だから元の世界の話が一向に進まなくてとっても濁されるのも関係あるんですかね。もしかしてその監督生の目の前に立ってる学園長は夢の中の時と現実にもう実態がある時と分かれてるのかもしれないですねってふわっと今考えてます。はい。では、ボードゲームの秘密参りましょう。チェスは大事な計画版なんですけども、鏡の国のアリスはね、チェスによってストーリーが展開されます。でチェス盤っていうのはですね、ハデスにとって計画を練り実行する大事な盤でもあります。で、私の仮説がボドゲ部を起点にナイトレイブンカレッジ救済計画が共有実行されているのではないかって思いまして、まずハデスの要素でチェス盤が計画盤っていうのと、あとアズールさんなんですけども、これもみんなが知らないシリーズのリトルマーメイドの方で、実力の魔女として描かれて、三姉妹に背いて、自身の計画を実行するんですね、アースラが。星々が並んだ時に巻き込まれちゃうんですよ。その時に実行したから、身を滅ぼしてしまうっていう風に書かれてて、だからその最悪に抗う要素っていうのを持っていて、で星々が並んだ時に巻き込まれてる人物でもあるので、関係あるんじゃないかなという風に思ってます。レオナさん、
チェスが趣味とのことで、もしかしたら2人が最悪に気づかれないように暗号化してチェスを動かしていて、そのチェス盤を見た時にレオナさんもわかるんじゃないかなって思ったりして、計画を読み取って実行したりとか、意外にボドゲってやってますよね。カリムとジャミルもやってますよね。なんか宝石はめ込むやつみたいな。そういったところで共有が暗号化してなされてるんじゃないかなってちょっと考えてます。さらに鏡の国のアリスなんですけども、本でね、7歳半の頃のアリスが迷い込んでるっていう風に明確に年齢が、実写映画のアリス・イン・ワンダーランド2の方が、時空の旅をね、するお話なんですけども、1回目の冒険から3年後のアリスが迷い込んでるっていう風になってまして、エースのお兄さんとの7歳差で、レオナさんの留年のね、3っていう数字がなんか気になってしまって、いろいろ3っていう数字が何かと私の中では引っかかるんですが、でそういったところから、まずエースのお兄さんはアリスモチーフなんじゃないかなと思ってます。で、協力者なんじゃないか。で、エースくんなんですけども、白ウサギのいざないの役を担ってる可能性はないかなっていうふうに考えてて、っていうのもアニメも実写も白ウサギの衣装がハートのエースっぽい衣装を着てるんですね。そこから監督生を連れてきたのもエースくんなんじゃないかなっていうふうに思ったりはしてます。何かと3という数字がね、関わってきそうな気がするので、もしかしたらトレイ先輩もね、今後重要になってくるんじゃないかっていうふうに思ってます。で、レオナの3回留年してるっていうのもやっぱり何かあるんじゃないかっていうふうに思ってますね。だからアリスがね、チェスで冒険をするんですけど、アリスが現世にいて、連絡をエースなり、ボドゲ部なりが受け取って、で、それをみんなに共有してるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。で、続いて過去は変えられないけどの話なんですけど、バディ関係結構重要かもしれません。カードのバディ関係。アズールはね、両方と、シュラウド兄弟とバディ組んでて多分計画のこと話してるんじゃないかなって。レオナさんとは魔法の花のこと話してるんじゃないかなって。トレイさんとは過去を変える話をしてるんじゃないかと思ってまして。で、オルトがね、エーデュースと一緒にね、バディなんですよ、両方とも。なので、クロノスピアその可能性はないだろうかってちょっと思ってて。全部ね、オルトのね、プレジションギアなの。イリアさんアタックでオルトがディフェンスなんですけど、タイプとかこういうのもどうなの関係あるのかな。なんかすごくみんなをね、守りたいって思ってるんじゃないかなってちょっと感じたりしてます。ちなみにオルト今のところアタックタイプないんですよね。お兄さんの願いな気がしてならない。今後わかんないですけど、SSR とか、次のイベントとかでもわかんないですけど、今のところはそうですね。クロノスフィアの話ちょっとしましたけど、そのね、なんでそう思ったかっていうと、メカっていう要素とあとね、そのクロノスフィアを扱う人でタイムっていう映画のオリジナルキャラクターが出てくるんですけど、そのお方がね、冥界チックなことやるんですよ。生きてる住人と死んでる住人。時を止めたのは誰だって言って、死んだ住人の時計を持ってきて冥界に下ろすっていう動作をするんですよね。あくまでシュラウド兄弟のベースは絶対にヘラクレスです。そこは崩れないです。ただ、一つの要素として引っ張ってくることはあり得るんじゃないかなっていうふうには読んでます。クロノスフィアなんですけども、時空を遡れる装置で、自分の過去だけは変えられない。過去の自分とは絶対に会っちゃいけないっていう決まりがありまして、多分その間に残されたものの技術と知識で魔法とかで全員の協力で過去に遡ってるんじゃないかって私は今見てるんですけど、多分おそらくだから前章のキャラが次の章でお助けに来るんですよ。自分の過去は変えられないけど、他の人の過去なら変えることができるかもしれないって明らかにお助け役に回りますよね。なんかそれがどうも不思議で、だから自分たちの過去をどうにか変えようとしてるんじゃないかっていうふうに思ってます。余計なことをね、してるようにすごく見えると思うんですけど、実はそれ過去を変えたくてやってるんじゃないかっていうふうに思ってます。だけど、過去は変わらないんですよ。実写映画の方でもアリスがハートの女王があんな風に暴君になってしまった原因がね、広場の噴水で頭を思いっきりぶつけてしまって、それが不幸の始まりだっていう風に白の女王から聞いたんですね。だからアリスはクロノスフィアを使ってその時の過去に行って子供の頃の赤の女王を見つけます。あ、いたと思って。で、ちょうどそのカエルのキャラクターが大きな振り子時計を
運んでたんですよ、エホエホと。で、それにぶつかりそうだと。危ないって思って進行方向を変えて、時計を落として、危ない要素をなくしたつもりだったんですけど、逆にそれに赤の女王が目を取られちゃって、で、つまずいて思いっきり結局頭を噴水にぶつけるんですよ。何かアクションをしたけども、過去は変えられなかったんですね、アリスも。で、おそらくその第一章の時は、エースと監督生が過去にいなかった人なんじゃないかっていうふうに私は見てます。ちょっと深掘りは必要ですけどね。ディアソムニア勢のストーリーが一巡終わったら次のエピソードは、ツイステッドワンダーランドのオリジナルのストーリーが展開されていくんじゃないかなって、未来を一緒に作っていくんじゃないかなっていうふうにちょっとワクワクしてます。瞳の色ですね。おそらく関係があると思うんですよ。トボソ先生すごくこだわる方なんで。今私がね、こうじゃないかと思ってるグルーピングがあって、赤が救世主、で、グレーが影橋役兼主力組、で、特殊なんですけど、第二の主人公なんじゃないか。で、緑色が現世と連絡が取れる人で、青色の瞳をしてる人が物語の鍵、黄色計画主力組だと思うんですね。ちょっと一部まだ巻き込めてないのかもしれないって思ってるところがあって、今後どんどんみんなを巻き込んでいくんだと思うんですけど、一応ね、まとめてみると、勝手に自分で今こうかなって思ってまとめたんですけど、赤い瞳ってすごい秘め事が多い主力のオーラちょっと意味わかんなくてごめんねって感じがして、グレーってすごい賢い人ばっかり、秀才とか天才とか言われてる人たちばっかりだなって。特殊って書いたんですけど、オンリーワンなんですよ。一人しかその瞳の色を持ってる人がいなくて。緑、なんか謎多き物知りって書いたんですけど、いろいろ知ってるし、現世の世界とやりとりしてそうな感じな情報量ですよね。青い瞳ね、なんか剣だし、リンゴだし、獣、私の考察だったら、怪物を倒すための剣、白雪姫の要素、ビストかなってすごい鍵になる人たち。で、隠れた実力者っていう風に書いたんですけど、黄色の瞳。分かってるのがトレイ先輩とジャック君なんですけど、トレイ先輩普通にリドルより強いですよね。上書きしてリドルの魔法を使えなくしちゃったし、ジャック君1年生でユニーク魔法持ってるし、普通にすごいですよね。表だって自分の実力を示したりとかはしないけど、すごく力があって計画を練っていくんじゃないかなっていう風に期待はしてます。架け橋組っていうのは、私が考えてるのは、何か重要なことをする手前のプロセスを整えていく人たちだと思ってるの。すごく重要な役割をしてると思ってて、多分リーチ兄弟は両方できるんじゃないかなっていうふうに思ってはいます。なんかざっくりなんですけど、私はこんな風にまとめてみました。ゾクゾクワクワクが止まらない。いかがでしたでしょうか？ちょっと最後トリガーリサーチという形で申し訳なかったんですけど、今私が考えていることはこれでございます。はい、ということで、3パートに続きね、すべてつながる物語、すごくね、大掛かりな考察となりましたが、本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。まだまだ考察しがいがあることばっかりで、もう私のリサーチ力止まりません。止まりません。なのでね、考察はまだまだ続きますので、今後ともよろしくお願いします。改めまして本当に最後までご視聴ありがとうございます。